軍事力。世界広しといえども、テンペストほど強大で多種多様な軍事力を有している国は珍しい。大小さまざまな組織を含めると、軍隊だけでもその数なんと15種類以上。そこで本日の内容はこちら。テンペスト軍全貌。軍団から警備隊までテンペストに所属する組織を徹底的に解説します。テンスラ情報局では、ゆるい感じの動画をサブチャンネルテンスラ情報室でも公開しています。ライトで見やすい動画になっていますので、こちらもぜひよろしくお願いします。それでは見ていきましょう。グリーンナンバーズ。軍団長はゴブタ。ホブゴブリンを中心とした軍団で、総勢12000名も在籍しており、最初期からいる4000名の上級兵、新規に雇用された8000名の下級兵から成り立ち、スリーマンセルで行動する。彼らからするとゴブタは超エリートであり、憧れの的。いつか自分もゴブタさんみたいになりたいと本気で思っている。ゴブリンライダー。ホブゴブリンの中でも特に優秀な100名から構成されるゴブリンライダー。A ランク級で100人超並みの実力を有している。ゴブタが育てた部隊ではないが、皆がゴブタを認めている。隊長であるゴブタを筆頭に副官が4人いる。ゴブチ、ゴブツ、ゴブテ、ゴブト。どうでもいいことですが、ゴブタのタから始まる他行でリムルが適当につけた名前。同一化というスキルにより紹介したテンペストスターウルフと一体化することができる。初めて見る魔人に新種かと言われるくらい見た目が面白いのも特徴。先ほど出てきたグリーンナンバーズとこのゴブリンライダーを合わせた軍団が第一軍団と呼ばれている。イエローナンバーズ。軍団長はゲルド。当初からゲルドの配下だった B ランク以上のハイオークの戦士団、総勢2000名。ゲルドのアルティメットギフトベルゼバブにより配下たちに守護付与を与えることができるため、面としての鉄壁の防御を形成することが可能。テンペストを守るための防御に特化した軍団。イエローナンバーズの隊長たちがまとめ上げている下部組織にオレンジナンバーズがある。こちらは総勢3万5000名もの大部隊。戦闘に参加するのが1万5000名。後方支援や工作員が2万名の内訳。第2軍団とはこのイエローナンバーズとオレンジナンバーズの総称。ブルーナンバーズ。リザードマンの戦士団。もともと湿地帯に生息していた総勢3000名から成り立ち、ガビルを慕って集まってきた者たち。個体で見ると C ランクよりは強いというくらいですが、ブルーナンバーズの真骨頂はワイバーンに騎乗しての空からの攻撃。目下のところワイバーンが数百匹と少ないことからワイバーンの飼育に勤しんでいる。もし3000匹が揃った日には空一面を埋め尽くす圧巻の光景が広がるでしょう。飛竜。ガビルが育て上げたドラゴニュートから構成されている100名。一人一人が A ランク級の強さを持っており、さらに切り札、流線歯科で大幅なパワーアップを行うことも可能。ただし、時間制限がある上に、使用後一定時間、無理した反動で動けないというおまけ付きではある。ブルーナンバーズとこの飛竜を合わせた軍団、それが第3軍団となる。レッドナンバーズ。もともとの呼称は魔人混成軍。クライマンの配下だった魔人から構成されている軍団で総勢3万名。捕虜となったクレイマンの配下の中でも戦闘に特化したものを選抜した。当初軍団長を決める際、ベニマルはリグルを推していましたが、リムルがやっぱりベニマルに任せたいということでレッドナンバーズに名称を変え、紅の千人長を部隊長とし、ベニマルが統率することになった軍。紅。ベニマル直属の親衛隊。隊長はゴブアで臨時の指揮官を務められるほど優秀。A ランク級の総勢300名のオーガで構成されている超エリート部隊。まさに精鋭という名にふさわしい実力者たちの集団。ちなみにベニマル、シュナ、シオン、ソウエ、クロベイ、パクロウ、劇場版で明らかになったヒーロー、オーガの生き残りはこの7名のみですが、ゴブリンからホブゴブリンやゴブリナーを経て
外進化したものがいるため300名に増えています。先ほどのレッドナンバーズとクルナイを合わせた軍団を第4軍団と呼んでいる。ブラックナンバーズ、デーモンを中心とした軍団、リムル直属の軍団で、ブラックナンバーズだけは軍の総司令権を持っているベニマルでも指示を出すことはできない。軍団長はディアブロ、テスター、ウル、彼らは一応ディアブロの部下ということになっている。世界の頂点の一角とも言える現象、デビルロードが4体、そしてその配下たち、デーモンロード、アークデーモン、そしてディアブルシュバリエ600体以上。数は少ないですが、最強の一角を4体も有している。桁外れな戦力。迷宮十穴、テンペストにある競技場の地下、あらゆる挑戦者を飲み込むモンスターの巣窟、ダンジョン。このダンジョンには10名のフロアガーディアンが存在する。60階層、ルーンマスター、ガドラー。70階層、ゲヘナロード、アダルマン。ゲヘナパラディン、アルベルト。79階層、インセクトクイーン、アピト。80階層、ミストロード、ゼギオン。90階層、キメラロード、クマラ。他にも4体の竜王たち。まさに精鋭中の精鋭。迷宮十穴についてはこちらの動画で詳しく説明していますので、よろしければご覧ください。暗闇、宗英が率いている情報暗躍部隊。人数は100名はいると噂されているが、その実態はリムルですら完全に把握していない。宗英が問答無用の地獄の特訓で鍛えた猛者たちの集団であり、諜報活動や隠密、暗躍などに特に優れた者たちで構成されている。中には元三部船荒海のグレンダやベルトの団長ジラード、その部下だったアインなんかも所属している。よみがえり、恐ろしいまでの再生能力となかなか倒れない不死性が特徴的な、一度滅んで蘇った者たち。その中から戦闘向きの者をシオン自らが鍛え上げた総勢100名のヤバい奴ら。ベニマルが組織する軍とは一線を画した集団で、ベニマルは愚か、リムルの命令も聞かない。その目的はあくまでリムルを守ることであり、リムルのために自らを犠牲とすることを厭わない最強のボディーガードたち。ただ、一旦戦場に出ると、リムルはほったらかしにして、各々がバトルに真剣になってしまう。テンペストで一番わけがわからない精鋭たち。シオン親衛隊。テンペストの組織表にも記されていない秘密の部隊。自称シオン直属の部隊であり、その実態はシオンファンクラブ。ダグリュールの息子3名が隊長格で動いており、実力は未知数。数千人とも数万人とも言われている。義勇兵団。テンペストに住んでいる者や近隣諸国から集まってきた人間たちからなる軍団。団長は正幸。人間が主な団員なので、魔物ではなく人間を団長にしたかったリムル。そうして都合よく任せられる存在として正幸に白羽の矢が立った。提案者はシオン。たまに鋭いことがあるシオンのファインプレーで決定。傭兵や冒険者が多くを占め、他国から移民としてやってきた者もいる。普段はダンジョンにこもってお金稼ぎをしている。その数総勢2万名。なんで僕がと嘆く者がいたのは言うまでもない。西方配備軍。西側諸国の人間たちからなる軍。評議会管轄の軍ですが、テンペストが軍の権利を掌握しています。ですので、所属は評議会ですが、実際に動かせるのはリムルだけ。総勢15万人。軍団長は仮でテスタロッサ。主な活動内容は戦争というより治安維持や災害救助がメイン。テンペスト警備部。他にも軍部とは別に警備部というテンペストの治安維持を行っている部隊もあります。首都警備隊、巡回警備隊、駐屯警備隊。このようにテンペストは総勢20万を超える軍団を抱えており、数はそれほど多くはないですが、一つ一つの部隊のレベルが高い上に、各所に配置されているさらにレベルの高い精鋭部隊。
中でも迷宮十傑はたった10人ですがかなりやばい。そして最終防衛ラインのベルドラ。ベルドラは友達なので軍隊としてはノーカウント。